モフですおこんばんにゃ。私はフリージの騎士、ラインハルト。プラミモンド。それでは早速ひよくマルス様&シーダ様&エルム君がチャリンコ行くぞ。参りましょう。おや、次回はジョルジュドの縛りアビサル攻略だとおっしゃっていたような。ああそれな、最初そのつもりで動画も撮ってたんだけど、ちょっと喋りたいことが多くって、あまりにも多すぎて。そんなにあるのですか？そらもう、私のお腹くらいてんこ盛り盛りっすよ。それはデカ盛りハンターもびっくりなボリュームですね。君は完食できるか？この満足ボディを。私には到底無理です。不甲斐ない。みんなはちゃんと動画の最後まで完食してってくれよにゃ。エンディングにもお便りコーナーがありますのでぜひ最後までご覧いただけると光栄に思います。ではまずは前菜ということで、前回のおさらい。紋章式としてひよくマルス殿を手に入れたいモフ殿。しかし性能的にはエルム殿も外せない。どちらか片方だけでも引ければ、天井で両方入手できる。そう考えていた時期が私にもありました。結果は無情にも、赤のピックアップでフィニッシュ。マルス殿かエルム殿か究極の二択を強いられたモフ殿。どうしろというのだ。うごごごごご。絶望に包まれるモフ殿。やはり、フクロウは醜い。世界は猫に明け渡すべき。闇落ちしてしまったモフ殿を救う手立てはもうないのか？満足さんから不満足さんになってしまうのか？黒猫ニャマトの宅急便。闇落ちした割にほんのり余裕がありそうなモフ殿。それもそのはず。ひらめいた。起死回生の一手。それは、ペイちゃんパスを一時離脱する。というわけでパスが切れたので、天井を保有してガチャに挑んでいる、というわけです。説明3923。お任せください。この裏技と呼んでもいいかもしんない方法、ご存知の方、どのくらいいらっしゃるのかしら？迷いますね。噂くらいは耳にした人が多いかもしれませんが、実際にこれで天井保有までした、となると、少ないのかも。いや意外と私みたいにパス入りっぱなしって少なかったり？どちらなのでしょうか。迷いますね。とにかくですね、パスありの状態だと40回引いたら、こうなっちゃうよね。先に天井召喚しないとガチャの続きは引けません。この仕様、ぜひ改善してくだされペイちゃん。もっともっと。ガチャを引いてから選びたい場面、ありますからね。今回みたいにマルス様とエルム君、両方欲しいのにどっちも出ないってのがまさにそのパターン。困りました。でもパスが切れた状態だと、こうなる。左下の回数表示が薄くなり、パスに加入すれば以下のキャラから選んでもらえるの一文が追加されます。で、今やってるみたいに、天井の権利を保有したまんまガチャリンコ引けるってわけさ。実際にこの方法が使えるかは微妙ですが、パス加入のタイミングによってはガチャリンコ中に切れてくれなかったりね。困りました。私は運よく、いや悪く、ガチャリンコ終了前にパス切れたから、マルス様もエルム君もゲットだぜ、ってできるはず。できた、というコメントとできなかったというコメント、両方ありました。なんでだろうね。なぜかはわからないのですが、裏技じゃなく公式技になって、誰でも天井保有できる時代になったらいいね。あともう一つ、ありますね。マルス殿とエルム殿、両方入手できないパターン。そんなんある？伝承アイラ殿しか出ずオーブが、これまでか。オブさーん。となってしまう場合です。おかえり兄さん。伝承アイラさんもつおいしかっちょいいんだけどね。ただ今回欲しいのはひよくマルス様なのだ。マルス様とシーダ様セットじゃないとダメなのだ。これはレイラズンダ殿、ユグドラシルよりはるばる。ゆっくりなのにずんだとはこれ以下に。しますか？その話。そうだねしちゃおっか。承知しました。前回、ゆっくりにするかボイスボックスにするかって話したっしょ？しましたね。試しにボイスボックスで動画作って意見求めてみたところ、今のボイスもいいけど、ゆっくりボイスも捨てがたいっすね。悩ましい。とか、ゆっくりボイスは聞き慣れて良いけど、ずんだボイスも結構いいボイスだと思います。とか、ずんだもいいけどゆっくりもね、みたいな感じだったんよ。おせちもいいけどカレーもね、ですか？懐かしいですね。ちなみに私はその2択ならカレー派です。おせち派の皆様、お許しください。で私もどうしよっかなーってなって作ったんよ。聞き比べようショート動画。こんなにたくさんあったのですね。ボイスボックス。これでもまだ全編全種類には程遠いよ。驚きますね。これでみんなも比較しやすいでしょうと、改めてアンケートを取った結果、にゃにゃにゃんと衝撃の結末が。ゆっくり勝利ですね、わかります。なんでわかったん兄さん？いえ、だってずっと喋ってますよね。ゆっくりで。つまり我々は動画始まってからずっと自らネタバレトークしちゃってた。ってことなんだって、CM 前に、この後、衝撃の結末が、って煽っといてチャンネル変えるのストップさせる作戦が。どこのバラエティ番組ですか？バラエティ番組でした。真面目な FEH 攻略系チャンネルじゃろ？どうだったのですか？投票結果。それね、びっくりするよ、マジで。そんなにですか？だってさ、おせちもいいけどずんだもね、みたいな感じだったじゃん。ゆっくりもいいけどカレーもね、ではありませんでしたか？ちなみにカレーと林だとカレー派です。カレー、2連勝。強い。まず私のゆっくり VS ずんだ結果がこれ。100% 中の100%。なんですかこの投票結果、トグロ弟殿もびっくりですよ。どしたん今日懐かしネタ多いやん。懐かしいですね。最近昔のアニメのリメイク流行ってるから、やりませんかね？悠々白書。できれば微笑みの爆弾は外さないでいただきたい。わあ。
ありがとうございます。いやそうだけど、そうじゃないんよ。誘白じゃなくって投票結果の話なんよ。失礼。私さ、どっちかっていうと、一番拾われるのがゆっくりバーサスズンダで、兄さんとブラミンはゆっくり派なんかにゃーって思ってたんよ。私もてっきりそうだとばかり。人気あるからね、ズンダボイス。でもそれ以上に、ゆっくりボイスが耳馴染みあったってことなんかにゃー。あるでしょうね、確実に。特にモフ殿がお使いの女性一ボイス。古くからゆっくりレイム殿とゆっくりマリサ殿の会話で使われているお声ですし。なるほど、ゆっくり動画の歴史分、優勢だったと。そこです。じゃ兄さんの票がちょっと割れてたのはゆっくり優勢ではありますが、青山優勢殿派と若松明石殿派も。投票対戦ならにゃんちゃん12時劣勢勝利もあるやつ。FEH 名物、12時劣勢圧倒的有利対戦。親の顔より見た光景。もっと親御さんの顔見てあげてください。おかんとはこないだ、誕生日に一緒にバイキング行って、私よりたくさん食べてました。元気だよね、特に胃袋が。モフ殿の食欲を上回るとは、お母上。強い。数々のバイキングを制覇してきたうちのおかんだ。吸引力が違いますよ。吸引力が衰えない唯一のお母上。さすがです。と、ここまでは普通にガチャ動画再生しつつ、セリフの編集してたんすよ。突然どうしたのですか？まあ危険者い。わかりました。この後、とても悲しい事件が発生したため、いつも通り編集を続けることが困難になりました。またですか？つい先日そうなったばかりではありませんか？またなんだ、すまない。ということは、また、しちゃいましてね。爆死。モフ殿。ということは、この日よくマルス殿エルム殿ガチャは、マルス様ガチャどころか、闇落ちガチャリンコも、その後の花嫁聖戦ガチャリンコも、全部爆死でございますぞ。モフ殿。さすがの私も3連続、3回も爆死した動画を普通に編集はできませんぞ。ただでさえお豆腐ですからね、モフ殿のメンタル。カラーリングもお豆腐だからしゃあない。驚きの白さ。いやいや兄さんそう言うけどさ、動画編集するときって、何回も見直す必要あるっしょ？そうですね、何回も見直したと思っていたのに、アップロードしてみたらミス発覚、なんてこと、ザラですし。どうして気づかないんだろうね。見直してるときには。かくれんぼがとてもお上手で。困りました。でその何回も見直す過程で、何回も爆死したところまで再生されちゃう。そしてその度メンタルが削られていくと、モフ殿の豆腐メンタルがおぼろ殿豆腐に。あなたはおぼろ豆腐派？木綿豆腐派？すまない私は絹ごし派なんだ。なんだか少し余裕がありそうですね。時間とビーズとパン食べ放題が私を癒してくれた。それは少し前に話してくださったバイキングの話ですか？いやそれとは別口で。また言ったんですか？バイキング。ガチャの傷を癒すため致し方なく。致し方ないお顔じゃないんですよ。バイキングに行くのはよろしいのですが。よろしいのですが？それならば晩ご飯の高級カリカリやチュールはお使いになっては。いかがでしょう？不思議だよね。もう晩ご飯いらないってくらい食べたと思ってたのに、夜になったらお腹空いちゃうの。モフ殿の食欲には。もう慣れたつもりでいましたが、やはり驚きますね。でもおかんの方が食べてたよ。モフ殿のお母上の食欲には。もう慣れたつもりでいましたが、やはり驚きますね。なあそういうわけなんで。何の話でしたっけ？バイキングの話？ガチャ動画の話です。おっといっけない。3連続爆死ガチャ動画編集するのしんどいので、横の動画は適当に加速して、3本分まとめて1個にしちゃって、で動画内容には一切触れずに、超フリーダムトークでいきまする。承知しました。最初から結構、なんでしたらこのチャンネル自体、割といつもフリーダムトークなのでは？たまには連動してるっしょ？動画内容とトーク。たまにじゃなくいつも連動させてください。もうしっかりしてよね兄さん。お許しください。私のせいですか？困りました。ほんじゃ何喋ろっかな。はい。なんでしょ兄さん。FEH ログインしていなかったのも、ガチャ爆死のせいですか？それもあるけど、体調がよろしくなかったりとか。大丈夫なのですか？衣替えしたから。もしかして、体調不良の原因は？暑いから。猫は比較的暑さに強い生き物と言われておりますが、それでも日本の厳しい夏だと熱中症のリスクが。エアコンの掃除とか、あとラグとか椅子のカバーを夏用にチェンジしたりとか、いろいろやったおかげでやっと復活できましたとも。それは良かった。でもまだ暑いんだよな。何か忘れていたりとか？お布団も変えたし洋服。モフドの服、着ませんよね？あ、思い出しましたか？私自身、忘れてた。モフドの自身の衣替え、とは？サマーカット。ああ。というわけで早速行ってきていい？今からですか？今から。動画終わるまで待てませんか？だって、暑いのやだもん。モフ殿は暑いのも寒いのもダメですからね。好きなお城は春風の城と木漏れ日の城。苦手なお城は灼熱の城と氷雪の城。基本的な意味ですね、わかります。この私が攻略の話とかすると思う？攻略的な意味で話していただきたかった。困りました。じゃあ行ってきまする。行ってらっしゃいませ。さて、モフ殿がサマーカット中、何をお話ししましょうか？迷いますね。おや、どうかしましたか？ブラミモンド殿。投票結果をですね。そういえばブラミモンド殿のボイス結果、まだでした。兄さん。お許しください。ブラミモンド殿もゆっくり優勢ではあるのですが、意外にも少年ボイスの白神小太郎殿、そして女性ボイスの春日部紬殿にも票が入っておりました。どうも、美少年少女ブラミモンドです。美少年なのですか？
美少女なのですか？多様性の時代。なるほど、時代の最先端を行くと。さすがです。そんな七色ボイスを操るブラミモンド殿らしいこんなご意見も。ブラミンはランダムでボイス変えても良いかもです。ブラミンはいろんな声でやってほしいという願望があります。すみません。ブラミン、ランダムで。こういうご意見については、いかがでしょう。やりたいのは山々でござるが、その口調、どなたのコピーですか？システム上難しいでごわす。そういうことじゃないと思いますよ、ランダムって。そこです。いえ、そこではなく、私のセリフ、システム上、というのは、YMM4 で編集するとき、ボイス設定変更しちゃうと、過去に違う声で作ったセリフもまとめて新しいのに変わっちゃうんだ。つまり、いつものようにゆっくりでセリフを作って、途中で白神小太郎殿に変更した場合、ゆっくりも全て白神小太郎殿ボイスに置き換わってしまうと、そういうことでしょうか。そこです。わかりました。私のセリフ、まあ強引にやればいけなくもないけど、ぶっちゃけ大変だしゆっくり派が圧倒的多数だったので、やめとこうかと思ったざます。だからといって語尾をランダムにしようと頑張らなくてよいのですよ。承知しました。私のセリフ、でも例えばこうやって、お前に好意を持っていると言ったら信じるか。じゃあジョルジュさん。ジョルジュさん。モフ殿。今イケメンボイスが聞こえたけどどこを。モフ殿落ち着いてくだ。縮みました？サマーカット。縮んでますよね。サマーカット。あくまでサマーカットとおっしゃる。わかりました。お前のすることは読めないな。またジョルジュさんのお声がですから落ち着いてくださいモフ殿。それはブラミモンド殿です。ブラミン。ブラミン。お許しください。私のセリフ。とまあこういう感じで違う声出すことは可能。もうジョルジュさんそっくりだったからびっくりしたよ。全く取り乱しすぎですよモフ殿。ダインハルトは幼い時から私に仕えてくれていました。イスタル様。今イスタル様のお声が。落ち着いて兄さんそれブラミン。ブラミモンド殿。お許しください。私のセリフ。もうカオスなんよ。気が向いたらこういう形でブラミンのバリエーション増やすかも。でもボイス収録して YMM で使える形に修正して登録して、ってやるのは大変なので。ブラミンに喋ってみてほしいセリフあったら、ぜひ、猫と右腕にお便りコーナーにお願いしまする。BGM と SE はオフにするのを忘れちゃダメだぞ。収録の手間を減らそうとしないでください。私は手間が減らせる。みんなは手間が減った分動画がたくさん見られる。にゃんにゃんじゃろが。ウィンウィンですね、わかります。でそれ以外はいつものゆっくりボイスということで。承知しました。私のセリフ。散々暴れて帰っていったね、ブラミン。最近、私の声を真似されることが多くて。使いやすいんよ。もう登録済みだから。困りました。ボイスについてのお知らせが終わったところで。とても、長かったですね。違うお話挟んじゃったりしたもんね。次は迷子にならぬようお気をつけください。もう迷っちゃダメよ兄さん。迷いますね。私のせいですか？困りました。次のお話をメインディッシュですか？もう忘れちゃったよ。どこからどこまでがメインディッシュだったのか。最初前菜とか言っておいて丸投げとは。驚きますね。もう一つショッキングな出来事がありましてね。今度は何でしょう？大きくなってませんか？何が？サイズ。サマーカット。カットどころか大きくなっているのですがそれは。サマーカット。あくまでサマーカットとおっしゃる。困りました。落選しました。スイッチ2。では発売日にできないのですか？モフ殿とマリカー。そうにゃんです。スイッチ2に落選したということは、発売日に兄さんとマリカーできないということにゃんです。これまでか。マリカー兄さん。モフ殿にスター状態で突撃したりコーラ投げたりしたかったのに。なんでことごとく私の妨害してくるんや兄さん。イシュタル様に。1位を取っていただきたいからです。自分より主君を優先する右腕の鏡。それを言うならモフ殿だって、ぶつけてくるじゃないですか。赤コーラ、わざわざ私が前に出るのを待って。そりゃやられたらやり返すっしょ。ダイムさんだ返しよ。はっせい。発売日当日に遊びたかったにゃー。確かに落選は残念ではありますが、よく考えてみてくださいモフ殿。FEH でもおなじみ、中村雄一殿でさえ落選しているのですよ。そこは当選させてあげてもよくにゃいフェイちゃん。平等パンチですね。噂によると、F0 など、有名ゲームのデザインを手掛けた元社員殿も落選したとか。そこは当選させてあげてもよくにゃいフェイちゃん。平等パンチにも程がある。ですから落選しても落ち込まないでくださいモフ殿。そんなレジェンドが落選するなら当たり前だよね。落選。少しお高い多言語版だと当選しやすいとの声もありましたが、モフ殿が応募したのは、当然マリカーセット。一番競争率高そうですよね。だって遊びたいんだもん、マリカー。お気持ちはとてもよくわかります、正直。FEH 遊びながらまったり第3回待つしかないか。もし当選したら遊びましょうね。今度は私にコーラぶつけたり突進してくるのやめてね兄さん。って言いなさいよって。敵もしない約束をするつもりはありません。偽りなく本音を語る右腕の鏡かな？迷いますね。言っとくけど、兄さんがその気ならこっちもぶつけるからね。楽しみにしております。やる気マックスやなこの右腕。イスタル様やオルエン相手にこんなことできませんから。私にもちょっとは自重してよ。それはできない相談です。嘘偽りなく本音を語る右腕の鏡かなこれ？
じゃあ剣プ2素相手だったら再開に落とすまで妨害し続けます。よかった。私そこまで妨害されてなかった。モフ殿への妨害は冗談で済む範囲内に止めてますよ。しないっていう選択肢はないのね。マリカーの話はこの辺にしてっと。思った以上に尺取りましたね。マリオ殿、やっぱり大きくなってませんか？サマーカット。サマーカットとは何だったのか。これがわからない。今後の予定について。ガチャ3つまとめてしまったので残りは、オールナイト最終回と、ジョルジュさん縛りひよくマルスサマエルムくん。その後は実的に月末ガチャでしょうか。もしかしたらゆっくり動画ではやんないかも。と言いますと？いやね、今までガチャリンコはほぼ全部動画にしてきたけど、引かなきゃいけないガチャリンコがハイペースでやってくると、他のやりたいことができなくなっちゃうのよ。他のやりたいこと、ですか？例えばこれ、ジョルジュさんでアナグマ強心ヘックン撃破した動画なんだけど。すごいじゃないですか。これ、録画したのいつだと思う？扉を閉じる。迷いますね。 4月26日。はい。4月26日。もう1ヶ月ぐらい前じゃないですか。タイミングを失い続けた結果がこれだよ。あとはこないだの混沌シーズン、ジョルジュさんでシューティングしてみた話とか、スキル継承だとか。最後に魔改造したのはいつ頃だったでしょうか。3月2日っすね。もうそんなに経つとは。驚きますね。大混乱とかもっと早くに上げて使ってみたかったのよ。魔法上ジョルジュさんに。まあスキル継承が遅くなったおかげで助かった面もありますが。大混乱と氷壁を一緒にプレゼントできるのはありがたいな。ありがとうございます。あとは新キャラ使ってみた感想。それこそひよくマルス様&シーダ様とか、ユリアちゃん&イシタル様とか。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうのやりたいので、ガチャリンコは無編集でメンバーさん限定動画にしちゃうか。取れたて新鮮飛空上動画などもありますよ。興味あったらぜひ見てほしいですな。もしくは配信できそうだったら配信でやっちゃうか。データ消失事件がありましたが。嫌な事件でしたね。復活できたのですか？完全にとはいきませんが、コツコツちょっとずつ環境を整えてまする。それはよかった。もし突然配信再開したら、突然の再開、どうかお許しいただきたい。遊びに来てくれると嬉しいですな。以前のようにハイペースではできないとは思いますが。暑いのダメなんです。暑いのもダメ、寒いのもダメ、春は春で花粉症がダメ。じゃあいつならベストコンディションなんですか？秋。期間限定が過ぎる。月見バーガーみたいなもんだと思ってください。今年の月見も楽しみですね。もし今年もやってくれるんなら、今度こそモフバーガーの月見フォカッチャにトライしたい。何ですかそのモックモックしてそうなお店。私をバンズで挟んでおります。そんなことしたらトッツ将軍の出番がなくなるので。おやめください。そういやガチャリンコ無編集でやるとしたら、減っちゃうのか。トッツ将軍の出番。準レギュラー降格の危機。準レギュラーやめへんで。やべたプラミン、デヘペロ。完全にガチャリンコ動画やめるわけではなく、他にネタがない時はしれっとやると思います。ただ今月末は厳しそう。どなたなのでしょうね。前回ひよくマルス様と深海エルムくん出たからな。その前は紋章師 A リーグ殿だったので。紋章師のターンにはちょいと早そう。となると伝承英雄のターン。今オーブとても少ないので、スルーできる感じだととてもありがたい。もしスキルがジョルジュ殿に継承可能なら、そりゃ引くっしょ。聞いてもらいます。そうでないことを祈る。そんじゃ今日はこの辺で、と。油断させといて。まだ終わらんよ。まだ終わりません。とても大事な話があります。なんでしょうか。いやね、ずっと気になってたコメントがあって。あれペイパスに後から入っても無料召喚の復活とかはなかったような。過去、未加入時に正月ガチャを40回引いて天井欲しくて後から加入したけど、無料召喚になりませんでした。ね。確かにこれは気になりますね。実は私もさ、ひよくマルス様ゲットしたから、A ちゃんパス再加入して天井行こうとしたら、こうなったのよ。これは、天井が復活して、ないエルムくんゲットできません。これまでか。エルムくん。一大事ではありませんかモフ殿。そうなの。私もめちゃんこ焦ってさ。これは焦るのも致し方なし。エルムくんゲットできないじゃんどうすんのってなって、なんやかんやしてたら、こうなってた。天井が、復活しているどういうことなのですかモフ殿。多分だけど、ひよくマルス様ゲットしたのでパス再加入する。Google ストアで手続きする。そしたらこんな画面出てきたからさ、ポチッと押したのよ。これで再び FEH の画面に戻りました。ところがどっこい、FEH 立ち上げたまんまだったからかわかんないけど、まだパスが反映されていなかったのよ。ですとその証拠に、いっぺんアプリ落としてから FEH 立ち上げたら、こうなったんよ。パス加入特典ですね。つまり、コメントで天井もらえなかったのは、パスがまだ反映されていない判定だったからではなのではと。アプリを落として再起動するか、ここを押せばよかったかもしれませんね。もし全く見当違いだったらごめんなさい。お許しください。天井復活できなかったのは残念ですが、その分どこかで良いことがあるよう願っております。みんなも天井保有するときは気をつけてね。動画ではサクッとカットしましたが、モフ殿の焦りっぷりはそれはもう面白い大変でした。今一瞬本音でなかった兄さん。何のことでしょうか？そういう感じなんだ。マリカー当選してもやらせてあげないよ。お許しください。お許しください。
財務を許しくださいいただきました。今度こそ当選してくださいねモフ殿。ガチャリンコ振るわなかった分第3回抽選に期待。それでは今度こそこの辺で。もし動画が面白かったらチャンネル登録高評価いただけると光栄に思います。そしてガチャリンコ結果がかわいそうと思ったら、たくさんの人と猫に見ていただけるよう、リツイートやいいねで拡散してあげてください。モフ殿。それではご視聴ありがとうございました。本日のお便りは運命共同体の視力が欲しい人殿です。私もジョルジュさんに大混乱あげたい。花嫁ユリア殿とイスタル様には、お兄ちゃん専用 B スキルあるっしょ。失礼。